お久しぶりです。いやちょっと期間が空いてしまったんですけれども、久々に藤巻京介の男飯、ありがとうございます。いやこれまではゲストの方がね来てくださってたんですけれども、ここに来て、初めての一人ということで、今回はですね、思い出の味、僕の、子供の頃に大好きだった家庭の味、イカじゃがを作っていきたいと思います。みんなそれぞれこうちっちゃい頃好きだったお母さんの味、おばあちゃんの味とかね、家庭の味があると思うんですけれども、僕はね、おばあちゃんがよくねこれ作ってくれてたんですよ。お母さんはね結構ずっと働きっぱなしで忙しかったりとかしてたので、おばあちゃんがよくねご飯とか作ってくれたんですけど、その中でもこのイカじゃががもううまくて小学生の僕は結構ね偏食というか、もう好き嫌いも多くて、野菜は食べない、肉も食べないみたいな、じゃあ何食うんだみたいな時にイカはなぜかすごい好きで、じゃがいもも好きでみたいなで、その煮物をねおばあちゃんが作ってくれたんですけれども、それを今料理ハマってますんで、それを再現できるのかちょっと今回チャレンジしていきたいと思います。それではねちょっと早速作っていきたいと思います。お願いします。はい、ということで、イカじゃがをね作っていきたいと思います。今回一人なんでね、なかなかちょっと話す相手がいなくて寂しいんですけれどもね、一人でやっていきたいと思います。いやー、なかなかね自分で料理してイカを使い出したらもう料理人だなと思いました本当に。今回もうこれだけなんで、じゃがいもと玉ねぎとイカだけです。だから今回おばあちゃんの味なんですけど、もうちょいね聞いとけばよかったなと思いました。レシピ一回ね聞いたことあるんですが、このくらいみたいな感じで全然わけわかんなかったんで、はい、もうそれは当てにならないなということで、自分の舌を信じてねやっていければなと思っております。やっぱ玉ねぎはね甘み出ますからね、それっぽい感じで料理人っぽい感じで言ってますけど、半分くらいでいいと思います。一人前はほんとこのくらいでもうざっくりね。じゃああとはじゃがいも、そうだ、水田さんの料理教室出ましたよ。もうほぼあれのパクリみたいなもんですからね、これ。本当これやり始めたのもその水田さんのやつが好きで、ずっと見ててね、水田さんもね僕は個人的にこう好きで料理も好きなんで、もうそれを見ながらご飯食べるのがねこう結構日課というか、だからいつも楽しみにしてて、まさかね呼んでいただいて一緒にこう水田さんと料理できる日が来るなんて思ってなかったので嬉しいです。しかもねこの YouTube も僕が出演するってなってからこう見てくださったみたいで、ちょっと怖いですね。いつ誰に見られてるかわからないですからね、本当にちゃんとやっていかないといけないなと思いました。じゃがいもも適当に、大きめが好きな人は大きめに、これも適当でいいと思います。はい、これでね野菜の方は切り終わりました。よし、そしたらここからはねちょっとイカをね切っていきたいと思います。イカなんかね切ることないんでね、ちょっとね俺これイカはね大きめが好きです。初回がまさやの生姜焼き作りましたけど、やっぱ煮物とか作れたらねだいぶポイント高いんじゃないですかね。はい、これでもうね切るものは終わりです。それではね、じゃあちょっとここから早速火にねかけていきたいと思います。はい、
でもやっぱね、話し相手がいた方がやっぱやりやすいなと思いますよね。ちょっと一人だと寂しいですけど、まあ完成してる動画はね、BGM とかついてなんか楽しい感じでやってるんでしょうけどね。静かですね、とても静かな中ねやっております。なかなかね、今のこの空間を伝えられるのは難しいかなと思うので、特別にちょっと一回じゃあちょっと一回この空気感をみんなに味わってほしいなと思うんで、一回これ静かにします僕。これですね。これがずっとね、この空間ですからね。俺がもう喋らなかったらもうずっとこの感じですからね。あ、間違えた。ここでイカ炒めていきます。はい、イカを、はい、これでささっと炒めて、うわ、いい匂い。もうこれで食いたいもん。ささっと、これもね、野菜とかもささっと炒めて、水入れて煮込んでいきたいと思います。うわー、イカなんか焼くだけでうまいからな、実際。いいねー、いいよこれ。うわー、腹減ってきた。先月くらいからオートファジーしてるんですけど、今日はチートデーということでね、オートファジー解禁。一旦、いや、オートファジーして太るの俺だけだと思うな、本当に。1日の24時間のうちの16時間空腹を作るっていうね。でその時間食べないで残りの8時間は好きに食べていいよみたいな、なんかこの体内のあれをきれいにするみたいなのがあるんですけど、さすがに16時間空腹の時間作ったら痩せるだろうって思うんですけどね。太っていくんですよね。そんな頑張ってんのになんで太っていくんだろうなとは思いますね。でも本当太る体質なんだろうなと思いますね。それではここに水を入れていきます。これもすいません、おばあちゃん方式なんですよ。目分量でどれくらいとか俺も分かんないんです。これはね、なんとなく浸るくらいでいいとは思うんですけど、もうちょっと入れますか。結構ね、どんどん水分は飛んでいっちゃうんでね、もうちょっとだけ入れたいと思います。はい、このくらいでいいと思います。そしたらね、ここからちょっと味付けの方をしていくんですけれども、俺もね結局料理やってハマってるとは言ってますけど、本格的な料理人の方とかはね、なんかいろいろ順番とかあるんでしょうけどね、ちょっと僕は結構感覚でやってしまうタイプなんで。でもなんか聞いたことがあるのが、色の薄いものから入れるみたいなの聞いたことあります。じゃあまずはみりんから、違う、砂糖から、甘みから入れるっていうのを聞いたことあります。違ったらコメント欄でお願いしますね。でも砂糖は本当に入れた方がいい。多めに、多分本当に思ってる多めに入れないと多分おばあちゃんの味にならない。あとこれね、俺の大好きな味の素、これもたくさん、とりあえずたくさん入れとけば美味しいんですから。味の素さんお願いしますずっと使ってますからね僕ね。もうこれ入れとけばうまいですから。はい、あとはみりんと酒とだしと醤油入れればそうだ、俺の煮物には生姜入れます。忘れてました。ちょっとだけこの生姜を入れることによって煮物感が出るとは俺は思ってます。これ入れてください。ちょっとでいいと思います。
このくらい。はい。この生姜のねアクセントが俺はね好きです。でもこの生姜入れてみてください。本当に個人的にはすごいね好きです。そして、みりんも適当。このくらい。まあ、みりんもね甘いんで、煮物甘い方がうまいんで。あと酒もまあこんくらいで、あと5本だしね。これで大体決まります。はい、こんくらい。一旦ねこんくらいで、まあ、味見ながら作っていきたいと思います。結局ね大さじ何とかって決めても作る量によってなんか変わってくるんですよね。だから味見しながらやってみるのがなんか一番いいような気がします。そして、醤油最後に。一旦ねまだ味見してないから濃すぎてもちょっと怖いから。はい、ちょっと味見したいと思います。わお、めっちゃ煮物だわ。いや結構目分量にしては一発で割と味が決まったような気がするな。俺の悪い癖なんですけどね、こっからいろいろ加えてしまってなんか結局違うってことがあるんですけど。強いて言うならちょっと甘すぎる。でもな、煮物って甘いしね、甘さがうまいっていうところあるけど、ちょっとだけ醤油入れようかな。ちょっとだけ。だいぶでも俺は好きな味になってきた。だからそれこそね、家族とかに家族呼べばよかったな。だって分かんないもん、家の味ってね。家族しか。次とかなんか兄ちゃん呼ぼうかな。兄ちゃん、あいつだったら多分分かるはずなんですけどね。ちょっとだけね。いやだいぶいいんじゃないか。もうちょいなんかしょっぱさが欲しい気もするけどやめておきます。俺のおばあちゃんの味はこれですから。俺しか知らないからそれは。はい、これで置いていきたいと思います。こんな落とし蓋もこれ用意してくれて、はい、これはね、はい、置いて終わりです。はい、まあ、じゃあねこれで待っていきたいと思います。はい、大体どんくらいかな。15分くらい置いといたらいいんじゃないですかね。あとなんか聞いたことあるのは、なんか火を止めて冷めていく時に味が染み込んでいくみたいな。少しある程度火取ったら止めて置いとくみたいなのが割とこう煮物系はいいらしいです。なんか意外とそれっぽいことね言ってますけど、はい、じゃあ待っていきたいと思います。はい、ということでまあ、少し時間置きまして20分くらい置きましたかね。本当はもっと置いてもいいかなと思います。じっくり味が染み込んでても美味しいんじゃないかなと思いますね。このね、じゃがいもがどんどん崩れていくくらいやってもうまいと思います。というか俺のばあちゃんが、作ってたイカじゃがはこのもうじゃがいもの角がもう崩れているくらい丸くなっていくくらい、今のところちょっとねまだ綺麗な形してるんですけど、まあもう食べれるとは思いますけど、1時間以上置いといてもいいんじゃない？なんかね、ばあちゃんに電話とかすればよかったですね。どうやって作ってたみたいな。さすがにでもそういうのね嫌がるタイプですからね、うちのばあさんは。だって昔なんかね、写真撮るよって言って、じゃあ写真一緒に撮ろうとしたらもう魂吸い取られるから嫌だっつってね。なんか一緒に写真撮ってくれないとかありましたからね、小さい頃は。
今はもうなんかもう一緒にこうカメラ向けたら笑顔で写ってくれますが、小さい頃はカメラ嫌い、写真嫌いでしたね。そんな僕のねばあさんが作ってくれていたイカジャガ、いいんじゃないでしょうか。これでね完成したと思います。いや、いい匂いしてるよ。はい、落とし蓋取ったので、こんなお皿ないですから、これに入れたらもうそう見える。そこも大事ですからね。俺思いました。なんかこう最後にこう彩りでネギ乗せたりとか、こう緑足すとかあるじゃないですか、料理って。皿もそれだと思いますね。それもある。お皿も大事。盛り付けていきたいと思います。うまそう。もうすでにほら、ちょっとねじゃがいもがまだね角があるんですけど、おばあさんがやっていたやつはもっとね多分時間かけてた感じかな。イカじゃがですからイカをしっかりのせましょう、上にね。いいんじゃないですか、これで。なんか初めて作ったからちょっと盛り付けの正解が分かんないんだけど、煮物系ってなんかちょっと真ん中にこう寄ってるイメージがねあります。完成。はい、ということで、僕が子供の頃にめちゃくちゃ食べていた思い出の味、おばあちゃんのイカじゃがの完成です。まあちょっとね再現できているか審査したいと思います。じゃあいただきます。ちょっと見た目はねどうしてもちょっとまだ綺麗すぎますね、このじゃがいもが。もうだいぶ火はね全然火は通ってます。ちゃんと箸でこう切れるので。いただきます。まずはじゃがいもから。薄っちょっと薄いかも。汁を味見してたんでちょうどいいかなと思ったんですけど、やっぱじゃがいもがまだ中まで味が染み込んでなかったんで、ちょっと見てもらうと分かると思うんですけど、まだね白いから全然まだまだ置いてもよかったなって感じでしたね。でもなんか優しい味ですいいように言うけど、玉ねぎとイカ食べてみます。一緒にいただきます。シンプルにイカがうまい。でもちょっと薄いかな。もう少し全体的にこのまま濃くできてればさらに近づいてたような気がする。なんかでも味的にはばあちゃんの作るイカじゃがのちょっと薄い版みたいな感じなんで、再現は割と近いところまでいけてるような気がしますね。イカうまいな。俺結構火の通した海鮮のもの結構好きで、小さい頃からの焼き魚とかね、こうボイルされてるエビだったりカニとかね。でもその中でもイカ、焼いてあるイカとか、よくなんかこう居酒屋にあるようなこうイカの一夜干しとかあるじゃないですか。ああいうのね俺子供の頃からあれ好きで、それでもこう煮付けになってるイカとかもね好きでね、これよく作ってもらってました。久々にねばあさんのイカじゃが。うまい。でもなんかイカを使ったっていうだけでちょっとこう料理人としてのね腕が上がったような気がします。次くらいはまたちょっとねゲストの方とかねお呼びできないかなと思っております。まあ一人だと限界があるんじゃないでしょうか、これは。ということで、僕の思い出の味再現できるかチャレンジでした。とてもね個人的には割と
美味しくできたんじゃないかなと。ちょっと薄かったけども俺からしたらでも割と煮物としてはすごくいいものができたような気がします。いい経験になりました。ということで、またね、次回もお楽しみにしていてください。ありがとうございました。